最終話において、始祖ユミルが2000年間フリッツ王に従い巨人を作り続けた理由は、フリッツ王を愛していたからであることが判明しました。しかし、フリッツ王がユミルにした行いは、まさに悪魔の所業でした。故郷を焼かれ、親も殺され、舌を抜かれた相手を始祖ユミルはなぜ愛したのか疑問に思った人は多いでしょう。そしてエレンもまたそれに対して、信じられない、始祖ユミルの心の奥深くまで理解することはできない、と言っています。フリッツ王に必要とされたから、という考察はよく見ますが、今回はもう一歩踏み込んで、ユミルがフリッツ王を愛した理由について、私なりの考察をしていきたいと思います。まず、始祖ユミルとフリッツ王の関係性が描かれたのは、122話、2000年前の君からのみです。ですから、この1話分の情報からユミルが愛した理由を探さなければなりません。その中で、ユミルがフリッツ王を愛する要因になったと考えられる出来事は、2人が子を作ったことしかないように思います。ユミルはフリッツ王との間に子供を設けたから彼を愛したという解釈です。しかし、子供を設けたといっても、それはユミルが一方的に作らされた子であり、フリッツ王自身もユミルを愛していたから子を作ったわけではありません。ユミルの血に特別なものがあると思い、巨人化の能力を自分の子供に受け継がせるため、つまり、血の継承を目的とした妊娠であったことが推測できます。しかし、ユミルはその命令を拒みませんでした。その理由は、ユミルに根付いた奴隷根性にあると考えられていました。物心ついた時から奴隷だったユミルは、王の命令に逆らうことを自分一人で決断できなかったため、巨人化の能力を手にした後も、王の命令に従い、道を開き、荒れ地を耕し、峠に橋を架けました。しかし、私は、ユミルが子を作るという命令に従った理由は他にあったと考えます。それはユミルが子供の頃から愛というものに憧れていたからです。それは二人の男女がキスをする様子をどこか興味深そうな、そして羨ましそうな表情で眺めているコマから読み取れます。そして女性が一人華やかな服装をし、頭には花冠をつけていること。その様子を他の人間が取り囲んでコップを片手に祝っているように見えることから、おそらく結婚式ではないかと思います。この時、ユミルはこう思ったのではないでしょうか。男女の間に芽生える愛というものがあり、愛し合う者同士は、キスをして、結婚をし、子供を作る。そして、愛し合う者たちは、お互いに助け合いながら生きていくものであると。ユミルは幼少期に親を亡くし、奴隷としてただ働かされる日々を送っていました。また、豚を逃がした者を問われ、奴隷たちがユミルを指さすコマから、ユミルを含めた奴隷には舌がなく、会話が不可能だったことが推測できます。また、ユミルをかばう者が一人もいないことから、ユミルは子供の頃から誰からも気にかけられず、何も教えられずに育ったと考えられます。そんなユミルは目で見たものからしか情報を得られませんでした。ユミルは男女の愛に憧れを持っていましたが、愛とは何かについて形式的なものでしか知る術がなかったということです。つまり、ユミルにとって愛することと結婚し子供を作ることは同義であると考えていた可能性があります。したがって、我の子種をくれてやる、というフリッツ王の言葉を、愛の告白と勘違いしたのかもしれません。もしくは、子供を作れば、フリッツ王から愛してもらえると思ったユミルは、憧れである男女の性愛を実現するため、その命令に奴隷としてではなく、自ら望んで応じたと考えられます。つまり、ユミルは、愛した者同士の行き着く先として、結婚、出産があるのではなく、結婚をして子供を作る相手こそ、愛するべき人であり、愛してもらえる人だと思っていました。現代風に言うと、子供という既成事実により愛情を求めるという状況に近いですが、正確に言うと、ユミルの場合はそこに順序など関係なく、同時に併存するものだと思っていた、ということです。そして、愛する者同士は助け合って生きていくものだと思っていたユミルは、フリッツ王の命令に従うことで、フリッツ王に対する愛の証明を行っていたと考えられます。したがって、ユミルはこの時、フリッツ王の奴隷から、フリッツ王の妻になれると思っていました。よって、それ以降は命令に従うというよりも、愛する者の望みを叶えるという感覚だったのかもしれません。ですから、マーレを滅ぼすという非人道的な命令にも、奴隷としてではなく、愛の証明のために従いました。しかし、フリッツ王は、複数の女性をはべらせ、彼からの愛情をユミルが感じることはありませんでした。それでもユミルは、フリッツ王が暗殺されそうな時、身を挺して彼を守ります。そして槍で射抜かれたユミルはフリッツ王から感謝の言葉、愛情のこもった言葉を欲しました。もしくは男女の愛の象徴であるキスを欲したのかもしれません。しかし返ってきた言葉は我が奴隷ユミルというものでした。この瞬間ユミルはフリッツ王にとっての自分は奴隷のままで
あの時から何も変わっていなかったことに気づきます。それを悟ったユミルは生きる意志をなくしこの世を去ります。しかし男女の愛という未練を残したユミルは光るムカデの生命力により死さえ存在しない世界道に移り、フリッツ王の命令に従い続けるという愛の呪縛にとらわれた存在となりました。このヒソユミルの人生はヒストリアの人生と重なります。ヒストリアには親がいましたが、幼少期から誰からも気にかけられず、何も教えられず、ただ牧場の手伝いをする日々を送っていました。そんなヒストリアは本を読んだ時、自分が孤独であることを知ります。ヒストリアは親の愛について本からしか情報を得ることができませんでした。そのため母親に突き飛ばされた時も、何をされたかではなく何かをされたことに対してヒストリアは喜びを感じました。またロッドレイスに抱きしめられた時も、必要とされていることに対して愛を感じ、それまでの仕打ちを忘れてしまいました。ヒストリアの場合は親子の愛でしたが、シソユミルの場合はそれが男女の愛だったということです。そしてこのユミルの愛に対する捉え方はロマンティックラブイデオロギーに近いものであると言えます。ロマンティックラブイデオロギーとは19世紀頃に生まれた近代の概念であり、恋愛、結婚、出産を三位一体とする考え方です。簡単に言うと、愛する者同士が結婚し子供を産み育てるということは素敵であり当たり前であるという価値観です。しかし当たり前とされるこの考え方は昔は当たり前ではありませんでした。そもそも恋愛、結婚、出産にはそれぞれ異なる目的があります。例えば恋愛は一時的なドキドキ、結婚は社会的な安定や認定、出産は遺伝子の継承のように目的がそれぞれ違うのに、この価値観の中では一つのカップルで全てを完遂させようとします。昔はそうではないケースが多々ありました。例えば政略結婚です。昔は結婚する当人たちの意向を無視し、政治的な駆け引きを目的として親が勝手に決めてしまう結婚がありました。これは恋愛と結婚が切り離されています。また王や将軍などはその血を絶やさないことを目的として側室を持ち、子をたくさん作りました。これは恋愛と出産が切り離されています。一方で当時は騎士道的恋愛、宮廷的恋愛などがあり、公に結婚の外で身分の違う者同士による恋愛がなされることがありました。ある意味不義を認めていたわけです。しかし社会構造の変化に伴い、結婚の外で行われる恋愛は罪であり、家族的秩序や階級的秩序を乱すものとされました。そのため恋愛、結婚、出産は強く結びつけられ、愛する者同士が結婚し子育てをする家庭こそが正しく、恋愛感情のない者同士の結婚や結婚につながらない恋愛は偽物であるという価値観が生まれました。しかし最近では事実婚や契約結婚、子供を持たない夫婦、同性愛、お一人様など価値観の多様化が進んだことで、ハラスメントや制度上の不利益などが浮き彫りになり、ロマンティックラブイデオロギーを問題視する声も高まっています。ここで話を戻しますが、ユミルの場合は子供を作る者同士は結婚し愛し合うはずであるという三位一体の考え方を持っていたと考えられます。しかしユミルが愛したフリッツ王はロマンティックラブイデオロギーとはかけ離れた価値観を持つ人間でした。ユミルが残した未練とは、自分が成し得なかった新しい愛の形を実現することであり、それをミカサとエレンの関係性を通して見せてほしかったのではないでしょうか。そしてこの進撃の巨人という作品には様々な愛の形が描かれており、一つの価値観を押し付けずに多様性をうまく表現していると言えます。まずはミカサとエレンの関係性です。エレンに執着するミカサと、自由のために一人突き進んでしまうエレン。そしてミカサを解放するべく自分を忘れてほしいと願うエレンに対し、忘れることはできないと答えるミカサ。そしてミカサは最終的に愛するエレンを自分の手で殺す決断をします。二人が結婚し家庭を築くような未来にはなりませんでしたが、二人の間には確実に愛がありました。そしてヒストリアもまたシソユミルに重ねられます。以前の動画ではヒストリアのこの父親についてエレンとする解釈、孤児院の青年とする解釈、どちらもあっていいという結論に至りました。仮にエレンとした場合、子供は持たないが互いに愛し合ったエレン・ミカサの関係性と、子供を設けたが片思いになってしまったエレン・ヒストリアの関係性を対比していると捉えることができます。そして父親を孤児院の青年とした場合、結婚と妊娠の目的はヒストリアの獣継承回避という政治的なものであったが、恋愛を伴わない結婚もあっていいという価値観、もしくは契約結婚の後に愛情が芽生える逃げ恥のような関係性もあっていいという価値観が現れていると言えます。またヒストリアがもともと孤児院の青年に好意を抱いていた場合は、まさにロマンティックラブイデオロギーそのものを描いていると言えます。さらにクサバーやライナーの母カリナのような
人種を超えた結婚が認められなかった歴史を悲劇として描いたり、兄とアルミン、ニコロとサチャのような敵国兵同士の恋愛を描いたりもしました。またダイナとカルラ2人の女性を愛したグリシャの存在や、アルマという愛人を心の拠り所としたロッドレイスの存在、さらにはエルヴィンやキースのように愛した女性と結ばれず生涯独身だった者たちもいました。様々な愛の形を描くことでロマンティックラブを肯定するわけでも否定するわけでもなく、それだけが正しいとする考え方に疑いを持つ姿勢を感じました。また最終話で様々なキャラが結婚し子供ができるという少年漫画が多い中で、王道とは少し違う形の最終話を描きたかったのかもしれません。進撃の巨人は自由、選択、差別など様々なテーマを包含していましたが、終盤に至るまで男女の愛は深掘りされてきませんでした。しかし物語の落としどころがまさしく男女の愛であり、綺麗にまとまった最終回だったと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画は現時点での私の解釈をまとめたものです。理解することを諦めない姿勢で今後もさらに考察を深めていきたいと思っているので、ぜひ次の動画をお待ちください。